どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はですね、こちら阪急の大阪梅田駅に来ております。今日はですね、こちらの阪急阪神ワンデイパスを、主に使って阪急電車の全線乗ってみたいと思います。今までね、スタンプラリーとか結構参加したりして、ちょくちょくあと宝塚もね私行きますし、乗ってはいるんですけど、1日でなかなか全線っていうのはやったことなかったので、早速ね行ってみたいと思います。早速まずこの初っ端はですね、こちらの京都レインガラク。皆様、まもなく3号線に電車が到着します。危険ですので、黄色い点字ブロックの内側にお下がりください。ただいま3号線に到着の電車は快速特急京都河原町行きです。電車駅は十三、淡路、桂、烏丸です。この快速特急の乗車ドアは各車両2カ所です。いいね。ご乗車の際、足元にご注意ください。高級感がありますね、京都レイン。おー、すごいすごい。これしかもさ、だって別に快速特急だから、あーすごい。料金とか別に普通の料金ですよ、これ。すごいな。いいの？本当にいいんですかい？いいんですかい？わ、楽しみ。すごーい。別に座席指定のさ、観光列車みたいな感じがする。すごい、ここら辺はすごい。ちょっと本当に号車によって全然席の感じとか車内のね、この雰囲気も違うので、またちょっと後でね落ち着いてから見に行きたいと思います。今ちょっとせっかく席が取れたので座っとこう。畳みたい。いぐさこんなところにコートブックがあります。コートブック、ゆっくり戻りたい。これがすごいよ、また。おほほほほほ。この竹ひごというの列車です。我々ね、河原町まで、終点河原町まで乗ります。やっぱり、でもね、結構並んでた方みんな座れてる感じかもしれない。置いてきます。おお、いいね。これ同時にさ、何本も列車がお待たせしました。出入りしてて、ご乗車ありがとうございます。快速特急京都河原町行きです。中津通過です。京都線だけ橋渡ってます。これまた外からも見たいね。お隣にも9000がひばりが丘花屋敷。9000はあれだね、種別と行き先が分かれてるんだね、表示が。一緒のやつもねあるよね。10層です。5000とか。次は淡路に停まります。出口は左側です。We are now arriving at Juso, station number HK03. After Juso, this train stops at Awaji. Please exit from the left side. 特にこの車内放送では京都レインだとかガラクっていう言葉は出ないんですかね。表示にも出てなかったけど。そうだ。中層のホームドアが。そうか、単純な。ワイドってこと？随分。今このガラク専用の Wi-Fi に Wi-Fi につないだら展望映像が見れます。1号車。タイム準備中。
6号車は6号車見える。そうか、6から先か。ほら、後ろになってるから。おー、すごーい。すごーい。マジで本当にリアルタイムですね、ライブからナンバー6。だから後面、前面じゃない、後面はさっきみたいに準備中って出るんですけどね、前面になってる方だけが見れる。おー、これ面白い。だからまあね、一番端のところを取らなくても、席を取らなくても全面展望が見られちゃうっていうリアルタイムで嬉しいね。ここら辺ちょっと置きながらいいじゃないの。淡路駅が高架化の工事をしてますよ。今上のほら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 、まだまだもうちょっとかかりそうです。天神橋筋6丁目方面はお乗り換えください。すごーい。この電車は改札特急京都河原町行きです。すごい仮感の次は桂に停まります。お乗り間違いのないようご注意ください。さあ今ちょっと駅停車中です。今淡路駅到着したんですが、この停車中は止まってますね。これ映像が動き出したら始まるって感じかな。動き出しますが、おー、結構すぐに切り替わりましたね、パッと。ここポイントすごい。うん。あ、すごい。ポイントが線2線。ポイントがすごいですよ。左に行くのが千里線ですかね。おお、ほほほほほ。次は桂です。すごいおしゃれでした。ここが見えるかな、花柄。乘客们请注意，请不要在车内使用手机通话。车内拥挤时，优先座位附近的乘客，请您关闭手機电源。謝謝。優先座席もね、もちろんちゃんとあります。車椅子、ベビーカー置き場もあります。ここはなんかこんな感じで、のれんみたいな、こんな感じでちょっとなんか庭園みたいな、すごい素敵な空間があります。すごいですね。これ席を、だって本来はねこういうとこ席を配置するんだけど、それを潰してまでこういう空間を作って、6号車もちょっとのれんがある感じですね。この電車の前にあるのがカメラですかね。見えるかな。これこれ辺にあるやつ。あ、このね丸い窓なんかもすごい素敵です。周りにはね鶴とか書いてあったり、シートのこのデザインなんかも結構号車とかで違ってました。号車も結構さっきの4号車と雰囲気が同じ感じですよね。窓側に向いて2、3名が来ました。ここにもね庭園、ちょっと枯山水みたいな感じで砂のところにもね模様がついてたり、おしゃれですね。このお向かいにねベンチというか席があって、座りながらここを見ることができちゃいます。ドアの周りもこんな感じで木目調、ここもみじですかね、テーマが。やっぱり1号車もみじですね。座席なんかもすごい可愛らしい。お隣新幹線の音が聞こえる。あ、いるじゃん反対側。あ、いるちょっと丸々と反対側のね方でしたけど、今音が聞こえて横を走り去っていきました。ここ並走区間ですね。入っていく感じですかね。
これほら見て、ここの真ん中だけでここに引っ掛けるようになってる。すごーい。でこのまた周りがおしゃれする。さあじゃあ降りましょうかね、そろそろお邪魔に。ヘッドマークがすごくおしゃれです。六角形の感じ特にこの京都レインだからといって利用してる感じでもなく、普通に座って乗ってる方が多いので、結構乗降が多かったですね。外国の方すごいいっぱいいましたね。本当におしゃれです。さあ今河原町にね無事着きました。で、次は嵐山の方に行くので、もうすぐ今お隣にいます。この特急で桂に戻りたいと思います。今日ね乗り放題なのでこのまま改札出ずに乗っちゃって OK です。降りていきます。乗り換え。よいしょ。すごい。めっちゃ混んでる。かわいい。次は松尾大社です。松尾大社。嵐山終点です。車内に傘などお忘れ物のないようご注意ください。お出口は右側です。さあこれが6300ですね。今はねもうこの嵐山線でしか使われてない車両ですかね。嵐山嵯峨野。ほらこの上の感じがすごく素敵。今まだそんな朝やのにね、暗いねちょっと。ほらゴミ箱もおしゃれそうなんかね、やっぱりこの辺りレンタサイクルがすごいんですよね。いいねギンギンしてるね。元特急のね車両ですから、まあ、せっかくなので一回ね出てみます。よいしょよいしょ。いいですね。温泉があったな確か。阪急の嵐山日帰り入浴みたいな感じでありました。いい駅。さあ次は天神橋筋6丁目駅に向かいたいと思います。今ね一瞬出ましたけど、まあこれ乗って帰ります。さあ一瞬の嵐山ありがとう。あ、なんか日が出てきましたよ。このね本当にすぐ近くにある日帰り入浴がおすすめです。奥にずっと止まってるよ。阪急電車をご利用いただきましてありがとうございました。桂です。この電車は当駅止まりです。京都河原町方面は2号線、3号線、大阪、梅田、神戸、宝塚方面は4号線、5号線へお越しください。さあ次が4号線から大阪方面、進みまして、まず淡路駅。さっきね高架化の工事車内から見ましたね。淡路に戻ります。この電車は特急大阪梅田行きです。さあこの辺り、阪急だと大山崎付近ですかね。お隣が東海道本線が、並走する形になります。この時はちょっと、すれ違わなかったですね。
特に並走はしませんでしたが、でこの先で、この阪急は JR の下に潜っていく形になります。今ですね、左側に、新幹線、これ今大山崎の駅ですけども、左側に新幹線の線路が見えてきました。ここもね、本当に阪急と東海道新幹線の並走区間ですが、この阪急は以前ね、この新幹線が開業する前はこの左側の新幹線の線路の方を使ってたんですね。さあ、そしてここで、またね、だんだん離れて分かれていきます。各駅へは左側の各駅停車にお乗り換えください。扉が閉まります。ご注意ください。さあ、間もなく淡路駅ですが、現在ですね、立体交差工事、真っ只中ということで、一応2024年完成予定かな。ポイントがすごいですね。ここ千里線と京都線がこう合流してね、この立体交差になるすごいいい大きい駅になるので、もう工事もすごいことになってます。よし、さあ淡路で向かい側に乗り換えます。さあ、ここからね千里線ですが、もうねすごい時間をかけてこの工事は、やられていて、まあね2024年に満を持して完成予定ということですが、なかなかこれは大変な工事ですね。こうなんか2段になってるし、すごい複雑でもやっぱり完成した時はね全然違うんだろうなっていうのが楽しみです。大阪梅田のアズナスさんで実は買ってました。マフラー、子供用なんだけどちょっと開けてみようかな。大人もまあ負けなくはないです。下がってた、緑のやつがなんかおもむろに下がってた。あれ自動ですごい。地下だからすごい。あれ自動なんだね。乗務員さんが手で下げるんじゃないんだ。だいたいね他のところだと地下入る前の駅出る前にあれ閉めときますけど、本当にもうこれギリギリですね。地下入るギリギリに自動で降りてた。ここからね大阪メトロさんですね。堺筋線、前までほら大阪市営地下鉄だったのがもうすっかり大阪メトロになっちゃって着きました。ここでメトロの方と乗務員さんが交代します。窓の網がいいよね。ステンレスな感じ。アルミかな。6丁目駅到着しました。ぴょこっとね出てるところですね。さあ続いてお向かいですね。2番線から戻りまして、淡路北千里高槻市方面で、北千里まで行きます。もう一回淡路で乗り換えかな。
そうやけど大阪メトロ車が来ました。なんかさっきから曇ったり晴れたり忙しい、今日の天気は。淡路で乗り換えです。あ、お隣だ。もう来るよ。47分降ります。ちょうど来るよ。ここ止まる？止まらんかった。待ってー。北千里まで行けます。もうすごい作ってるね、高架。ねえ。マジで。なんかさっき車内でいつも工事中やわみたいな声を長いこと工事中やわっていう声が上がってたけど、関大一高、関大一高、あ、ほんとだ、関大一中もある。関大一中、すごいね。いいとこやな。あ、幼稚園がある。すごい。幼稚園から全部小学校もあるの？場所違う。なんで小学校だけ？もう全部行けるやん、内部で。運がまたいいな。いいな。ところとドアの上と建物の上にあって、やっぱり学生の街って感じなのかね。アパートなんかもさ、ファミリー向けっていうよりは結構ワンルームとかの感じが多そう。でもいいね、楽しそう。いいねすごくシンプル、分かりやすい。逆に分かりやすい。なんかワンハンドルのね、いいけど、もうモニターで制御バッチリみたいなのもいいけど、分かりやすい。逆にこっちの方が。モーターいいね。音がすごいうなってる。初めて来たけど、北千里すごいマンションとか建ってる。マンションなんかおしゃれだね。やっぱデザインが明らかに最近の。あ、すごい。3331ってことは3333もついてる。3333おーりよ。わあ、北千里。ちょっとこっちのいいね。このライトが可愛いよね。丸の3300。いいですね。ここね、このレンゲツの一個手前の元運転台だった部分のここ阪急感があっていいですよ。このなんか特別なスペースいいね。この結構狭いよね、やっぱり。これだってあるんでしょ、運転台が。でも椅子があってこの高さにあるってよくない？なんかもっと上なのにいいね。こんなじっくり見れちゃうかも。さあ、阪急北千里駅1回ね、外に出ます。フリー切符なので乗り降り自由です。ガンバ大阪のなんかショップがあるのかな。あそこの上にすごいありますね。すごいねいただきます。オリジンのイートインです。美味しいし目の前だし最高です。
さあ北千里駅改札の方にね戻ってきましたけど、なんとねこの北千里駅は世界で初めてこの自動改札機が導入された駅ということで、もちろん今ね設置されてるのはね新しい、絶対更新されてるものにはなってますが、ここが初めてこのなんていうのモデルじゃないですけど、オムロン社製の、自動改札機が世界で初めて導入された、営業でね使用されたのがここっていうことで、その受賞のレリーフがあるって書いてあったんですが、ちょっと見当たらないですね。どっかにあったんかなあ、そっちかなあ、これじゃない？あったあった、中側だ、中側にありました。これです。あ、北千里駅における世界最初の自動改札機実用化が、IEEE マイルストーンに認定されました。すごいですね。いつ？これですかね。開発から実用に至るまでの1965年から71年までの革新的な取り組みによって、これじゃない？ほら、開業当初の北千里駅だから、本当にこの北千里駅そのものが開業したてだったんですね。そこにこう導入したっていう、すごいね。乗ります。続いてが、まず淡路で乗り換えて、京都線十三で乗り換えて、宝塚線で、石橋阪大前まで行って箕面まで行きます。行きです。出口は左側です。さあ、乗り換えこっちです。ここごついよな、連結のとこ。外から見ても中から見てもこんな感じになってる。ここもくっついてんだね。次重曹、この踏切好きや。すぐ横に、すごいね。ちょっと前の産業道路感もありつつ、横で見るとすごい距離が長いけど、一個一個がちゃんと独立してる。書いてあるけど路線図が、このね右の方は全部行ったから、ここら辺は今ここ重曹です。13と書いて重曹。3号線から能勢電も行く能勢電、まあ車両はそうだけど阪急ではないけどね、系列ではあるけど、まあいいけどさ。ローリーファンあるかなあ。551めっちゃ空いてる。ここちょっと穴場すぎないこれ穴場すぎない？新幹線とかすごい混んでるじゃん。空港とかホームドアついてる。もうすごいね、ホームドア設置が進んでるね。何？あ、これなんかあれだ何かの10周年のお祝いのマークがついてた。この中に車内にあるけど、なんだろう、可愛いキャラクターの。そうそう、さっきのこれ七福神なの？あ、そうなん？次は豊中です。豊中から各駅に止まります。伊丹この前行ったよ。すごいね。そう、街中なんだよね。すごくなんかびっくりしちゃったもん、降りてくるとき。もう見えなくなっちゃった。石橋阪大前です。石橋阪大前。両方面がお乗り換えください。石橋阪大前。あ、かわいい七福神の。あ、これか、さっきのヘッドマークは。さあ、乗り換えて箕面方面に行きます。よし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 。箕面線です。6000。結構いっぱい乗るよ、みんな。石橋から箕面。
すごいうなるな、モーター音が。ビールみたいなのさ、前ね確かね新大阪で買ったんだけどね、すごいんだよ。瓶のビールみたいなの買ったらね、栓抜きがついてきた。簡易栓抜きみたいな、あれ結構ね重宝するんですよ。巻き落ち。もう次見の次ミノーです。ビールのなんていうの、蒸留所とかがあるの？へえ。ミスタードーナツのね1号店がねこのミノーにあるんです。前ね行った、すごい昔に。店内になんかあるよね、写真かな、レリーフみたいなのもあったし。左だった。ミノー終点です。足湯だって。裏側にあるの行ってみる？すごい、駅前に来ました。なんかね駅湯、足湯があるって書いてあったんで行ってみます。あれ、今日やってませんでした。戻りましょう。戻ります。年末年始だからね。待ってー。もう一回戻ります。じゃあ目の前、寿司もいいかあった。なんかすごいねここ。学生専用出口だってあそこ。面白い。おお、すごいよね、面白いねホームの作りが。さっき乗ったミノーのね方面のあっちがこう、なんていうの、すごい形で、なるほど、こうあそこで合流できるようにはなってんの。へえ、いいですね。あれ、これまた七福神。あ、でも9100、9000。あ、でも優先か。じゃあここ9000は結構静かだね。シャーって音がずっと聞こえてるけど。川西の出口、川西の出口です。一斉中央、両辺口方面が能勢電鉄線にお乗り換えください。さあ、川西の瀬口でおります。ここからね乗り換え、能勢電鉄線、一応ね路線図にちゃんと乗ってたっていうことで、あと阪急の車両がね使われてるので、能勢電の方にも行ってみたいと思います。よいしょ、切符を買いました。今日今我々が使ってるフリー切符内では実は能勢電は入ってなかったので、別で今一回改札を出てから、券売機で、券を買いました。日生中央駅の方にまずは行きたいと思います。初詣がついてる。よいしょ。能勢電、このすごい人のポーズみたいな、こんななってるいいですねいいね前に乗りました。いいな、本当に運転台がすごいシミュレーターのような
鉄泊とかにあるやつの。そんな痛くない。おお。聞いてた。あ、でね。大きいな、大きいな、すごい山感があるね。山岳感があるよ。ドア同じやな。どれ？ほほほほほ。すごい。あれとこれとあれとこれ。ドアは20。包みがたき。おお、めっちゃ登るんちゃうこの先。雪降るこの辺りは。いいね。思わせてる感がすごいな。登りますか。いやほらこのカーブですら、トンネル内のこのカーブですら。なんかまた神戸線とかとは全然違うね。一の鳥居、なんか大きなあれがあるのかな。なんだあ、いい駅、すごいいい駅。あ、ここから妙見口方面に行けるのか。後でね。すごいね、こうなってた前から見たら。ニュータウン感がありますせ。あ、すれ違い。7線もいるね。どっちみちほら切符を買い直すから1回ね外には出るので。ジョリーパスタがおー、いいね。ほらなんか綺麗なこのなんていうの、左右対称な感じが良かった今。あ、本当だ、向こう能勢電カラーの車両が。あれ乗りたかったな。あっちにもいる。さあ降りましょう。おー、能勢電来ました。日清でも本当にその日清なんだって。いわゆる交流戦でおなじみの日本生命ね。テカパカ交流戦、今年はセカパカ、セカセカ投げちゃえ、パカパカ打っちゃえ、
どっちが強いの、どっちも強いの、チェカパカ交流戦、日清。あ、書いてある、日清中央、日清。これしか知らん。サピー結構広いね。いいですね、なんかのどかですごい子育てしやすそうな街って感じ。次が妙見口、妙見口までもう一回端っこですね行って、でまたさっきの野瀬口の方に戻りたいと思います。川西野瀬口行きで妙見口の方に、あ、これ見たらわかる、山下で乗り換えね。山下で乗り換えで駅でこっちで、これ常盤台っていいですね。常盤台、ひらがななんだね、常盤台。発車します。次ででも乗り換えです。あるな。ないの？ありがとうございます。お、いいね。このカラー初詣のあれもついてるし、すごいなんかまたちょっとガラッと雰囲気が、なんかすごいよ車内。何特別車？見てローリーファンついてる。1100、嬉しいね。すごくない？なんかこれちょっとギャラリーみたいになってるよ。いいですね。なんかまたぐっとこの車内が明るいね。今光もね入ってる関係もありますけど、5125号車ですね。もう東芝のこのローリーファン、これ阪急さんのねやつですね。5300とかにもまだついてるかな。今もうなかなかねなくなっちゃって、これいいよね。あまりほら東の人間もさ、京阪さんの回転グリルとこの阪急さんの東芝ローリーファンはなかなかこう見慣れない不思議なものに見えるけど、いいよね。ガスコンロみたいな、一般の方が撮ったやつがこの上に、なんかほんとさ、木の色がちょっとワントーン明るくない？この壁のね、すごく明るく見える車内が。うわ、すごい上、橋が。次が常盤台だよ。駐輪場が広い。常盤台ひらがなで常盤台。男本当だ、貸し切り状態やったー。みんな常盤台って、じゃあやっぱ住宅街なんだ。いいね。なかなか普段できない感じです。妙見口ね。妙見口すごい。本当に誰もいないいる？いないケーブルカーでリフトで、ここ見て森林鉄道とかあるのね、面白そう。今度子供たち連れてほらこういうやつじゃない？森林鉄道、バーベキューとかもあるし、いいね。おー、すごい能勢電鉄、こちら降ります。すごいね。
妙見山すごい綺麗。なんかすごくこうリアルなこの古さというか。でもスイカで入れるよ。はい、さあ1回出ます。あ、そうか、回収される。能勢電駅のギャラリー、なんかちょっと温泉街みたいな、やっぱりこう登山ですかね、皆さんここら辺来られるの。いや、すごい結構早いね。もっとなんか15分ぐらい止まってそうな。おー、ありがとう、ありがとう。すごいいい感じこの発車していくのが。車両もね、ちょうど能勢電のカラーのもので、すごいね、時計の上がもうなんかメリケンサックのような鳥帽子だけどね、鳥帽子だけどすごい感じ。こういうやっぱりさ、ロープウェイとかありそうな雰囲気だね今はね、なんか運休してるみたいです地区やりたがったろうなこれなんかね、豊野サイダーというすごい名ソーダを買いまして、すごい見て、7200能勢電の能勢天然水使用で、なんか今日本でね250円と言われて、もう一本これ見て、日本のコーラ炭入りなんだって。確かに色見たら、でも味はコーラなのかなねこんなのいただきました。なんかすごいぞこれ、前から見るのと横から見るの全然違う。集める影レンズ、すごくない？なんか横に行けば行くほど。いただきます。うん、美味しい。普通に美味しい。なんかちょっとああいう、なんていうの、ビタミン飲料みたいな、デカビタとかそういう感じの。美味しい。来た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 よ。すごい、結構な勾配。能勢電もやっぱり1号線なんだね、阪急と一緒で。ぴったり、まさに私が今この豊野サイダーとなんか謎解きゲームのやつ。あ、すごい、7200のロゴのとこすごくない？横の。ちょっと待って、まだあるでしょ。亀谷さんで買いました。亀谷さん、妙見口駅前。この年末までやって結構ね、店内人もいっぱいなんかお食事してました。あ、早い、本当にすぐ折り返し。この車両誰も乗ってない。バイバイ。いや、よかった。ケーブルカーとか本当乗りたいな。今度夏場に来ないとあれかな。3月ぐらいだ。でもさ、ほらバーベキューとか書いてあったから、やっぱり夏なんじゃない？一番は。もうこのまま直通で行けるみたいですね。トマトスープよ。西能勢口。我々、ここは宝塚に行くんですが、さっきね、スイカで能勢電で入ってるので、一回改札を出てからもう一回ね、この乗り放題で入り直します。ごめんなさい。阪急昔復刻塗装。これ？さあ、これで宝塚に行きます。私結構ね、宝塚好きなので感激もね、何回か行きました、村にいいね、宝塚って言うだけでもうなんかワクワクするよね。山本です。出口は左側です。なんか人の名前っぽい駅が多いね。宝塚いいね、やっぱりもう
あそこだけなんかちょっと光って見えるもん、オーラがすごいわ。宝塚着きました。あ、本当だ、復刻塗装のやつや。昔の阪急のマークついてる。乗っちゃうとねちょっとあれですけど、あ、5000。今日は出放題ですから。あ、いいね。花の道へ疲れた階段を降りてここまでは来たんだが、もうそこですから。ほら、もう道がね分かりやすい、初心者にも。よいしょよいしょ。宝塚夢広場来ました。おー、駅もいい感じです。で、終点まで西宮北口まで乗ります。鉄腕アートに手塚治虫さん先生のね出身地ということでミュージアムなんかもありますが、駅メロもこれトムの曲になってます。ここに住みたい。また来よう。なんかやっぱりね、頑張れるんだよね、見ると。私も頑張らなきゃって、いろいろ努力をしなきゃって改めて思える。宝塚歌劇を見るといいなあ。大劇場、いやー素敵ですね。ファミリーしかファミリーランドの名残。だんだん日が沈んできましたけど、まだまだ明るいね。乗ります。すごい。オフィシャルホテルじゃん。来ないと絶対ツアーがあるわこれ。宝塚ホテル素敵。前のねで新しくね移転オープンですよ。さあ、ということで西宮北口に到着しました。何気に私は西宮北口はね結構何回か来ております踏切、新しい踏切がね完全にこう新規で誕生っていうのはね、なんだかんだでここ結構もう2010年ぐらいなんで、ほぼほぼ10年前ぐらいになっちゃいますけど、なんだっけ、西宮北口南踏切かな、この外にあるんだよね。でも構内踏切扱いなのかな、あそこは。でね、ここね西宮ガーデンズ、いいねショッピングモールがあって、あそこに前はねヘルシンキカフェっていう素敵なカフェがあったんですけど、もうねちょっとなくなっちゃいましたね。あれ良かったのにな。2回ぐらい来たことがあります。ポイントカードまで作ったのに、今津方面、今津に行くので、5号線に乗り換えです。西宮ガーデンズとか明日からセールやるんだろうな。あ、見えた見えました。これです。これがね西宮北口南踏切、これが新しい踏切です。前ね撮ったけど、全然ねここね本数は少ないのでめったに閉まることはないんだけど、新しい踏切で、でもどうなんだろう、まだ日本一か、もうでも10年前だよ、なんだかんだで。ここのロータリーいいよね、バスの。さあ、じゃあ今津行きに乗ります。今津線、さっきもね今津線だけど乗ります。
阪急百貨店。じゃあまず端っこですここまで、これ分かりやすいね、来ましたね。まあもう一回ね、西宮北口戻ってから一回こっちの新海地までね行っちゃいましょう。もうね、まあ厳密には阪急ではないんですが、まあさっきの能勢電みたいな感じでこっちもね乗ってるので行きましょう。でまた戻ってこっち紅葉、宿川からね。で最後行った店に行って、で戻る。そうだね。まあとりあえず今来たので戻りますさあ今津を折り返してもう一回西宮北口でお乗り換えします。次は阪神国道阪急電車をご利用いただきましてありがとうございました。西宮北口阪急西宮ガーデンズ前です。さあ西宮北口に戻ってきて、125線ですかね、神戸方面に乗り換えます。ちょっと乗り換え時間4分なので急ぎ気味で行きましょう。三宮花熊高速神戸です。次は宿川に停まります。三宮から終着新海地まで各駅に停車いたします。でまた山崎付近に続きまして、こちらもですね隣が JR 東海道本線と並走しております。この辺りね、もう昔からこの阪急さんと JR さんはもうすごいデッドヒートというか、阪急さんはお安い、そして JR さんはちょっと早いっていうね。ここが三宮駅です。本日も阪急電車をご利用いただきましてありがとうございました。神戸三宮です。コードライナー、地下鉄線、北新9号、JR ご利用の鉄道のお乗り換えです。この駅から終着新海地まで各駅に停車いたします。出口は右側です。お降りの際、車内にお忘れ物ないようご注意ください。神戸三宮です。結構さっきまですごい乗ってたんだけど。出口は左側です。すごいね、壁もこの色。山陽電車がホームの中央に停車します。次は高速神戸ガーバールートです。姫路行き特急をご利用のお客様お乗り換えください。姫路行き。駅名のこの表記的にはもう阪神のね表記ですね。これ阪急ではない、阪神梅田まで行きますね。本当だ。ちょっと青堂か。ご乗車をお願いします。新海地です。鉄線ご利用のお客様お乗り換えです。新海地。この電車は当駅までです。から神戸線。車内にお忘れ物ないようご注意ください。神戸電鉄。終着新海地です。神戸電出鉄口は左側です。ちょっと見よう。降ります。山陽姫路、山陽電鉄に。おお、もう阪急じゃないから。新海地。本
本当だ、神戸電鉄方面だって。上なんだね。エスカレーターをご利用の方は明石イメージ、もう見えてくる文字がなんか、あ、よかった、出れたってことは入れるってこと。すごいね、めっちゃ乗り入れてる。阪神もまあ昔別に阪神と阪神のグループじゃなかった時から入ってる。すごいね。おお、ほんまや。タイガースイコカが買えましたね。路線図というか、この図を見てみると、一番左端の山陽網干からずっと理論上はね、つながって河原町までつながってるんです。これですごいね。大阪難波からもあるし、すごいな。っていうか名古屋までもうめっちゃつながってるね。すごい行けるじゃん。阪急大阪梅田、阪神大阪梅田行きと阪急大阪梅田行きが前後である。面白い。なんか阪急だけど特急のなんか枠が確かに本当だ、違うね。この枠みたいな白い枠みたいな、阪急の方が。本当だ、山陽直通特急、さっきあったね。おお、そのまんまもう神戸電鉄が見えますね、ここね。改札内、有馬三田方面、三木青方面。おお、三田行き。いいね、なんかちょっとさ、あそこみたいじゃない？長野、そう長野電鉄みたい、なんかこの感じ。そうで、これちょっと地下じゃないけど、これいいね。いいね、高速そば、なかなかのネーミングセンスですね。どこが高速、帝京が高速なんかな。神戸高速鉄道っていうのは、そうか。コインロッカーのこのフォントいいな。いいね、国鉄感が出てますよ。このコインロッカーのこの昭和なフォント。大阪梅田。電車をご利用くださいましてありがとうございます。大阪梅田です。次が宿川で乗り換えです。紅葉線に乗り換えです。もうずいぶん行ったんじゃない？で、あと伊丹。次は高速神戸ハーバーランド前です。阪急神戸三宮っていう、若干、でも暗いか、真っ暗ではないけど、もう日は完全に落ちてますね。さあ降りましょう。宿川で紅葉線に乗り換えです。紅葉園行き、あれ行きます。紅葉園行きです。すごいね、ここね。朝だけこっちの線路が使われますが、すごいカーブ。紅葉園終点です。お降りの際、お忘れ物のないようご注意ください。紅葉園端っこですちょっとね、一瞬外に出てみましょう。怒りスーパーがある。怒りソースの怒りスーパー、あれめっちゃ高いんでしょ、ここ怒りってね。そうだよね、有名。さすが高級住宅街。
紅葉園。よいしょ。じゃあ戻ります。すぐに今乗ってきたのに乗って、でも一瞬外出れたから、この端っこにね乗ってたからできる。こんな足どこ乗っちゃおう。降ります降ります。各駅停車大阪梅田行き扉が閉まります。ご注意ください。塚口、どっち？塚口です。伊丹方面はお乗り換えください。あそこか。出口は左側です。はい、塚口で乗り換えです。さあついに最後ですよこれ。まあ最後といってもまだねその伊丹から戻るのあるんですけど、こちらから伊丹方面に乗ってきます。結構空いてるよ、気をつけて。あ、またなんかちょっと車内のカラーが急にクリーム。やっぱりさすが阪急さん、本当別にその本数で困ったりとかはしないです。結構頻繁に来るし、意外と折り返し早かったりするし、ね、どこもね、うん、なんかそんなにすっごい待つとかそういうのがないからいいね、サクサク回れる。のところ最後ですね。であともう一回さっきの塚口、もう一回さっきの塚口から重曹の方、大阪梅田の方に戻って、全線乗りつぶし環状ということになりますね。伊丹、今ここです。さっきのね、ここからピョン来てます。紅葉園行った、今津行った、宝塚行った、こっちもね能勢で妙見口行ったし、日生中央も行ったし、箕面行ったし、梅田もそうだし、天神橋筋6丁目懐かしいですね、もはや。北千里行った。で河原町、すごい、嵐山もね行きました。おほほほほ。あと最後はこっからこっち、ここだけ園田とかこう行ったらもう全部乗ったことになります。じゃあちょっと外に出ましょう。出ます。あったかい。直でさ、駅ビルみたいなの直結なんだね。いいじゃん。大階段のねイメージでこう下を見ずにさささささささっと危ない危ない、転ぶ素人がやって全然かっこよくないし、もっと鏡で見てやりたかった。どうせならすごい駅前にぎわってます。あの上だ、あそこだ。こっから見える。こっから若干この木を越して阪急伊丹駅、やったー。イタッピーが買えますよ。ここ私前ね買ったよ、イタッピー。伊丹市営バスのイタッピーね、大変だね、あっちの端っこ。いやーいいですね。そうフィナーレをまだだね、まだだけど出ます。
いね。新伊丹です。電気は左側です。すごいカーブやね。巣みたいだね。本当だ。おお。減速せざるを得ないよねこりゃ。ご乗車ありがとうございました。塚口です。この電車は東駅止まりです。神戸大阪方面はお乗り換えください。出口は右側です。お降りの際足元にご注意ください。いいよ。これか。あ、ジャッキー号だって。かわいいやつだ。ここに来てこのかわいいやつ。やったー。なんかそこ何？窓のところ黒いのあったよ。ジャッキーのなんか持ってるやつだ。かわいい。わざわざここの縁も？これはもともとか。いいですね。難しいんだよねこのメロディーって。この短さでさ、いかにこう変化を出すかみたいな。いいね。あ、来る。でも今撮れたでしょ。ラストグランドフィナーレ。あ、飛行機だ。細黄色い線の内側細。まもなく我々の一日大晦日阪急環状ツアーが終わりをグランドフィナーレを迎えます。いやーいいね。ちょうどいい。本当に一日で回るっていうのに、まあ大人だけっていうのはねありましたけど。おー、帰ってきた。大阪梅田。阪神線、地下鉄線、京線はお乗り換えください。駅は右側です。お忘れ物のないようご注意ください。降ります。大阪梅田到着です。いやー帰ってきたね。帰ってきました。ということで今日はですね2019年の大晦日12月31日に、阪急、全線環状、してきましたわ。まあ能勢電もね行きましたけど、本当にこの阪急阪神ワンデイパス、これがすごく便利でした。もう一回言いますが、阪急電車全線、阪神電車全線、神戸高速全線ですね。まあ能勢電だけ別料金払いましたけど、でも本当にこれで随分と広い広範囲行けちゃいました。今まで阪急ぴょいぴょいってそれぞれにはね乗ったことあったんですけど、まだもちろん初めて行くところもあったりで、なんかまたこう新たな阪急の一面をね見れて、もうね私は全部乗りましたから。阪急能勢電が本当に思っていた以上にすごく素晴らしいところでした。今度ねまた暑くなったら夏にでも子供たち連れて行きたいなっていうぐらいの、いろいろね楽しそうなアクティビティもありそうでした。駅もね素敵でした。阪急さんね車両もねやっぱり古い車両も長いこと使って大事に、すごいね
やっぱりそれぞれこんな見た目ちょっとね東の人間からしたらあんまり見分けがつかなかったんですけど、乗ってみるとやっぱ個性とかねそれぞれあるなっていうのも実際に感じましたし、結構今日で本当にいろいろ覚えられました。私も実際に乗ってね、駅もいろいろ本当にあるので、ぜひぜひ皆さんもですね、夏場なんかもっと明るいうちにね、この一日、今日は特に休日ダイヤの雅楽に、京都レイン雅楽に乗ることがねまず一つの目的でもあったので、朝9時半からになりましたけれども、もっと早くからスタートしたらもっとね明るいうちに全然一日で全部完乗できちゃうので、皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、阪急電車全線環状ツアーでした。ありがとうございます。このパスおすすめです。マフラーも可愛いよ。